次は三滝坂。次は三滝坂。お降りの方はお知らせください。誰かが降車ブザーを押した。ただ、おそらくブザーを押した者はこの車内にはいない。日が暮れてからバスがこの三滝坂という停留所に近づくと必ず降車ブザーが鳴り響く。バスは止まるが降りる者も乗る者もいない。発車します。バス会社はこの不思議な現象の原因を探そうとしたが、理屈の通る筋道は立たず、一度はこの停留所の廃止まで行った。だがその直後、近辺で土砂崩れや衝突事故といった災いが繰り返し起こり、呪いを恐れたかのように半年後、停留所は復活した。それが5年前の話である。一時はテレビや週刊誌などで広く取り上げられたりもしたが、真偽は分からぬまま奇怪な現象はいつの間にか立ち消えた。お降りの方はお知らせください。今その停留所に俺は降りようとしている。降りる者が確かにいると分かると、車内の空気が和らいだのがはっきり分かる。あの現象の記憶は辺りの住人にはまだ生々しく残っているらしい。ここで俺はオカルト雑誌の編集者森口と待ち合わせていた。彼もこの現象を調べていたらしいが、会うのは5年ぶり。スクープがあるという一言に誘われ、彼の指定したこの時間この場所を訪れたのである。しばらく久しぶりだな。会社も辞めたんだって。急ごう。あまり時間がない。見せたいものがあると彼は言葉少なに俺を山奥へと導き、バスの件にまつわるというある夫婦のことを話し始めた。昔の話だ。町に働きに出かけていた夫がある日を境に姿を消した。そのままずっと帰らない夫を妻は今日こそはバスから降りてくると信じ待ち続けた。だがバスは止まることなく通り過ぎるだけ。ある日、女は通過するバスに飛び込み、自ら命を絶った。夫に捨てられたことに気づいたんだろうな、きっと。話が終わる頃、たどり着いたのは古びた廃屋だった。ここにその夫婦が住んでいたらしい。森口が示したのは壁にびっしり書かれた数字。バスの時刻表らしいが、本数が少ないせいか何度も同じ数字が記されている。夫の帰りを待ちわび、徐々に正気を失ってきた妻が帰る時刻を執拗に書きつけたんだろうな。哀れな話だと思わないか？まあそうかもしれないが、俺を呼びつけたのはこれを見せるためだけか？助けてくれ、俺を。森口。森口。俺はどうやらはめられていたらしい。森口は5年前に訪れたこの地で夫の身代わりとして妻の怨念にとらわれた。5年の間怨念を鎮めていた森口の魂は力尽きたのだろう。そして次の身代わりが多分俺だった。折よく止まっていたバスに俺は飛び乗り、そして疲れ果て眠りに落ちた。
次は三滝坂。次は三滝坂。お降りの方はお知らせください。次は三滝坂。次は三滝坂。ようやく俺は気づいた。壁に書かれた時刻表に取り込まれたように、このバスはあの停留所から逃れられない。いくらブザーを押そうと降りることもできない。この女はただ夫との再会を望んでいるだけなのか、それとも裏切られた恨みを晴らしたいのか。次はどちらだとしても行き着く先は三滝